皆さんはこちらの動画投稿者、庭からしをご存知でしょうか？この度、なんやかんやで庭からしとレースをすることになった。舞台は以前作ったオフロードサーキット。ちなみにこれは作った当初の状態。そこから草に侵食されてジャングル化してしまったけど、ビークスパイダーによる草刈りで走行可能になったので、今回はマシンの開発から始める。庭からしとの取り決めは、単3電池2本と130モーター、という縛りのみ。その他は自由なので、攻めのマシンを作るという選択肢もあるけど、オフロードはまだまだ未開拓の分野で、いきなり奇抜なマシンにすると迷走しそうなので、まずは市販のミニ四駆に近い構造でそれはすでに開発済みなので以前開発した、防塵ローギアードシャーシは、市販のミニ四駆に近い構造で、オフロード走行に適した防塵性を実現している。ので、追加のコンセプトで差別化しよう。コンセプト。1、サスペンション。これはシンプルに路面からの衝撃を緩和する狙い。2、スリッパークラッチ。オフロードラジコンではおなじみの、ジャンプの衝撃などからギアを保護する機構。これを搭載して駆動を守りたい。3、可変ローラーステー。オフロードサーキットは壁がデコボコなので、何らかの方法でステーを可変させて衝撃を緩和したい。というわけで開発を開始する。まずは具材の配置。MS シャーシを参考に、ダブルシャフトモーターをセンターに配置し、その両脇に電池を搭載する方式。カウンターギア兼スリッパークラッチはここに搭載。サスペンションは、カウンターギアを軸にスパーギアを円弧運動させる。いわゆるトレーリングアーム式サスペンション。これらに合わせてシャーシを設計。ギアカバーとローラーステーをつければ、3D データ完成。防塵優先なのでのっぺりした見た目になった。3D プリンターで召喚。今回使った材料はこちらの、グラフェンテンカペット G というフィラメント。Amazon の奥地に記された記述によると、カーボンよりも強い、らしい。この手の歌い文句は簡単に信じてはいけないけど、やっぱり期待してしまう。出力品を見ると糸引きが多い。同じ形状を PLA で出力し比較すると、グラフェンテンカペット G の方が合成が低くて柔らかいみたい。衝撃が加わる部分やしならせる用途向きの材料なのか？今の私には有用性がいまいちわからない。組み立ての前に下ごしらえ。両ネジシャフトに、カウンターギアとピニオンギアを装着。かける2個。ギアとギアの間にブッシュが入っていて、大きな力が加わると滑るようになっている。ナットの締め込み具合によって、スリッパーの効き具合を無段階で調整可能。それとスリッパークラッチのギアと、スパーギアの組み合わせを変えることで、6種類のギア比を選択できるぞ。現在主流のミニ四駆が 3.5 対1から5対1なので、それに比べると低速でトルク重視になっている。ちなみに今回の組み合わせだとギア比は 9.8 対1。アッセンブル。組み立ての途中だけど駆動チェック。スルスルグッドです。サスペンションのバネはスペースがなかったので、低反発スポンジタイヤの切れ端を仕込んでみた。性能はいまいちだけど、小スペースなのと砂や汚れに強く、ほぼメンテナンスフリーなのが良いところ。アッセンブル続きオン？ちょっと待てよ。黒光りしていて、なんか、あれ、ぽくないか？ローラーをつけたら雰囲気変わるかと思ったけど、あまり変わらない。きっと走っている姿はかっこいいので印象が変わるはず。というわけでシェイクダウン行ってみよう。本番コースを使うのはフェアじゃないので JCJC でテスト。スイッチオン。ゴー。これは、動いたことで余計に悪化している。このままではジャングルを走るあれになってしまうので、ボディをつけることで見た目をガラッと変えてみよう。タイムは 8.34 秒。というわけでアンダーガード兼ボディフックを装着。これにボディを搭載すれば、オフロード特化型マシン、ビートマグナム G、完成だ。G はもちろん、グラフェンの G。追加したアンダーガードはこんな感じになっていて、バンパーとの隙間に低反発スポンジを入れてある。ローラーに衝撃が加わると、スポンジの反発とバンパーのしなりで衝撃を緩和してくれる。はず。レース当日。庭からしのマシンは、
スーパーアバンテジュニアだ。なんかすごいバンパーがついている。ローラーやタイヤも気になるけど、詳しい解説は庭からしの動画で。さすがにオフロード未走のままレースは無謀なので、それぞれテスト走行をすることにした。まずはビートマグナム G。ゴー。ちょっと草に引っかかったけど、一応ちゃんと走れているぞ。乾燥重視で低速ギアにしたのが効いている説。次はスーパーアバンテジュニア。ゴー。おっと。どうやらバンパーが当たってしまったみたい。しかし庭からし、さすがの現場対応力で瞬時にバンパーを完走。これでレースの準備は万端だ。レース説明。レースは大きく分けて2種目。前半は2台同時走行の追いかけっこレース。後半は1台ずつ走行のタイムアタック。追いかけっこレースは、コースの両端から同時にスタートして、どちらかが追いつくまで走らせる方式。順方向と逆方向で3回ずつ走らせて、それぞれ勝敗を決める。それではレース開始。まずは順方向の1走目。レディー、ゴー。スーパーアバンテジュニアは、思想の走りを見てノーマルモーターにした模様。ビートマグナムはトルクチューンなのでやや速い。どうやら1走目はビートマグナムが勝利となり、スーパーアバンテジュニアの勝利。思想で問題なかったので油断してしまった。地上高を稼ぐためにスポンジを厚くして対処しよう。一方その頃、スーパーアバンテジュニアはマスダンパーを搭載。さらにモーターをトルクチューンに換装していた。順方向2走目。レディー、ゴー。スーパーアバンテジュニアがすごい勢いで加速波を引っかかってしまった。今度はビートマグナムの勝利。どうやらタイトブリッジの入り口で、ローラーを固定しているナットが当たってしまう。ので、ナットが上に来るように固定方法を変更。ビートマグナムは安定して走れているので変更なし。1対1の引き分けで迎えた順方向3走目。レディー、ゴー。果たして順方向の勝者はどっちだ？スーパーアバンテジュニアがやや速い。逃げるビートマグナム。ああ、またしてもタイトブリッジだ。その間にビートマグナムが周回し。というわけでオフロード順方向レースは、ビートマグナム G の勝利。追いつかれるのが先かリタイアが先かの、熱い接戦だった。逆方向。次は走らせる向きを変えて参戦。このコース、向きによって難易度が大きく変わるので、先ほど完走できたからといって油断できない。逆方向1走目。レディー、ゴー。おっと、いきなりスーパーアバンテジュニアがリタイア。スローでリプレイ。よく見ると、ロックボールに弾かれた後、ここ、リアローラーが内側の壁に当たっている。そして反動でドリフト状態に。しかしすぐに幅が狭いステーに交換。事前準備完璧かよ。私はリードしたので残量の多い電池に交換。逆方向2走目。レディー、ゴー。ああ、またしてもスーパーアバンテジュニアが。あ、これは。というわけで2勝したので、逆方向もビートマグナム G の勝利。圧倒的有利なコースオーナーが両方勝つという結果。勝敗は決まったものの3走目をやっていないので、逆方向3走目行ってみよう。レディー、ゴー。おお、3度目の正直でスーパーアバンテジュニアが難所突破。速度的にはほぼ互角か。押し出しでビートマグナムの勝利。スローで見ると、1回目のロックボールは無事通過。なんならビートマグナムの方が危うい動き。しかし2回目は弾かれた反動で縁側に。あれ？もう1回。もしかしてこの草がクセモノなのか？これにて前半の追いかけっこレースは終了。後半戦のタイムアタックは、庭からしの動画でお楽しみください。ちなみに後半戦、とんでもない走りが見られるので乞うご期待。そしてメインカメラを止めた直後。今回はサスペンションやスリッパークラッチなど、オフロード機能満載のマシンを開発し、庭からしとのレースに臨んだ。
結果としては勝ったものの、庭からしは市販のミニ四駆をベースに、シンプルな構成で良い走りをしていたので学ぶことが多かった。ライバルの良い部分を取り入れつつ、今後も色々と試してみようと思う。それとオフロードサーキットは、季節ごとに難易度や攻略方法が変わりそうなので、またそのうちレースを開催したい。おまけ。そういえば走行後のシャーシ内部を見ていなかった。ので、カバーを開けて確認してみよう。どうだ？おお、全然汚れていないぞ。ただこれは、今回のレースでは防塵性が必要なかった。という可能性もあるので何とも言えないな。それと今思うとギア比を変えられる設計にしたのに、最後まで同じギア比で走っていたりと、マシンの性能をいまいち発揮できなかった。より過酷なオフロードサーキットがあれば、性能をフルに発揮できる気がする。